イラン情勢の悪化によりガソリン価格が高騰している昨今、今後その影響が電気代やガス代に波及していくのはほぼ確実だと言われていますが、こんな先行きの不透明な時代だからこそ、より重要性が高まっているのが各家庭ごとに行うエネルギー対策です。我が家では先月、1年で最も寒い極寒の夜に停電したことをきっかけに、真冬の停電対策を強化しました。そしてその対策の一環で作ったのがこちらの室内ソーラー充電スポットで、これにより室内側から DC 機器の充電ができるようになりました。今回はこの室内ソーラー充電スポットのその後や、新たに購入した猫飼いさんに超おすすめな災害用のアイテムなどを紹介しますが、まずはその前に僕が推奨している誰でも気軽に始められるエネルギー対策、DC 停電対策のメリットや合理性についてのまとめです。まず大前提として、災害や電気代の高騰に対する備えとして最も有効なのは、やはりソーラーパネルによる自家発電で、例えば過去に我が家で出した家庭用ソーラー蓄電システムの見積もりの一つがこちらになります。家庭用の蓄電池は設置から10年前後が交換の目安と言われているため、補助金などの条件にもよるものの、蓄電池まで導入した場合は、多くのケースで導入費用の回収は困難になります。ちなみに僕は必要最低限のパネル枚数で蓄電池なしの条件なら今すぐにでも導入したいのですが、仕事の都合でいずれ生活の拠点を変える可能性がゼロではないので、入れたくても入れられないという事情があります。続いて、災害時に AC を使うための第2の選択肢として挙げられる発電機やポータブル電源。こちらは家庭用ソーラー蓄電システムよりは安いとはいえ、それでも価格はモデルによって数万円から数十万円。発電機はガソリンやガスを燃やすため屋外での使用が鉄則ですし、騒音問題があるので夜間の使用は難しく、その点ポータブル電源なら夜間の室内利用もできますが、発電機同様本体サイズはそれなりに大きいので、その点が収納面では無視できないデメリットになります。さらに現実的な問題として、たとえ無理にそれらを導入したとしても、AC の電気が満足に使えるかどうかはまた別問題。例えば我が家は寒がりなシニア猫のために、冬の間は24時間エアコンを稼働させていて、先日の停電時は部屋の室温が6度まで下がってしまったことが一番の問題でしたが、仮にエアコンを 600W の省エネ運転で稼働させたとしても、1000Wh クラスのポータブル電源では、AC 変換のロスなども考慮すると、実際にエアコンを使用できる時間はたったの 1.3 時間。一方、家庭用ソーラー蓄電システムで一般家庭の標準である 10kWh の蓄電池なら約13時間ほど運転できる計算にはなりますが、あくまでも家庭用蓄電池は家全体を動かす前提なので、冷蔵庫や照明器具も使いながらエアコンを朝まで稼働させるのはさすがに無理があります。また、災害時に強い暖房器具といえば石油ストーブもありますが、石油ストーブは室内の酸素を消費して二酸化炭素を排出し続けるため、最低でも1時間に1回は換気が必要ですし、それより怖いのが不完全燃焼時に発生してしまう一酸化炭素による中毒リスクや火災のリスク、猫が体を焦がしてしまうリスクで、そもそも就寝時間に使うのは自殺行為に等しいので、我が家の目的では候補に入りません。もちろん発電機にしてもポータブル電源にしても、現場仕事やアウトドアで頻繁に使う機会のある方であれば、決して買って損はありませんが、あまり普段使いの機会がなく導入を悩まれている方については、やはり僕的にはモバイルバッテリーで最低限の電気を有効に使う、名付けて DC 対策が最もおすすめで、モバイルバッテリーはポータブル電源とは違い、インバーターは内蔵されていないため、直接 AC の電気を取り出したり、AC 家電を使うことはできませんが、その分電気容量あたりのコストや本体の大きさは圧倒的に小さく経済的で、電気容量を増やしたいと思えば後からいくらでも買い足すこともできますし、ポータブルソーラーパネルを使えば AC の電気を使わず太陽光での充電が可能です。低電力とはいえ、モバイルバッテリーで使える DC 系のアイテムは本当にたくさんありますし、中でもヒーター系のアイテムはモバイルバッテリーとの相性が良く、
容量の大きいモバイルバッテリーならかなり長時間使えますし、低電力とは思えないほど暖かいのでおすすめです。僕もヒーターベストはもうかれこれ10年ほど前から使い続けていますし、先ほどの寒がり猫の問題も後ほど紹介するアイテムで解決できます。というわけで長くなりましたが、ここからが本編です。はい、というわけでこちらが先日公開した DC 停電対策の動画で作った猫部屋の室内ソーラー充電スポットなんですけど、あれからさらにね、ソーラーパネル同じものを2枚買い足しまして、それに先月ちょっとうちであったみたいに真冬の夜に突然停電しても、特に我が家だと猫口が特別寒がりなので、モバイルバッテリーの DC で使えるヒーターもね購入したので、これも後でちょっとね使ってみたいと思うんですけど、まずは新たに届いたこのパネルをかけて、猫口も来た。で今回はちょっとねこのUSB モジュールについての説明と、あとちょっとね熱について心配されてる方がいたみたいなんで、その点についての解説と、あとね今回は真冬の停電対策ということでここまでね作業してきたんですけど、冬だけじゃなくて夏の暑さ対策にも使える DC 系のアイテムをねいくつか最後に紹介したいなと思います。というわけでまずはこちらのパネルなんですけど、一応ね前回の作業でこの窓際の一番奥にソーラーパネル専用のカーテンレールを取り付けて、そのカーテンレールのランナーに S 字フックをかけてソーラーパネルを吊り下げて使ってるわけなんですけど、その時に使った S 字フックっていうのがセリアで買った100円のステンレスフックショーってやつなんですけど、これじゃなくてもねもっとちっちゃい S 字フックでも全然大丈夫そうなんで、それよりももっとちっちゃいねこちらのステンレスフックミニっていうのをね買ったんで、今回はちょっとこれに変えて下げてみようかなと思います。すごいちっちゃいんですけど、このパネルならちっちゃい S 字フックでも全然かけることができますんで、S 字フックはちっちゃい方がねカーテンレールにそのままかけっぱなしにしてても邪魔にならなくていいと思うんで、ちっちゃければちっちゃい方がいいかなという感じですね。でこの前回つけたフックはちょっと一回取っちゃって、とりあえず4つでいいかな。こんな感じでねちっちゃいフックにするとそれだけパネルが上に上がっちゃうんで、時期にもよりますけどパネルが低い位置にあった方が日差しが当たりやすいので、あまり上に上げちゃうとね今の時期なんかもほとんど当たるところがなくなっちゃうんですけど、とりあえずこのパネルをかけてみたいと思います。ちょっとステッカー貼ってあるけど、どうせ上は今日差しが当たらないんでこのままかけちゃいますけど、こんな感じでハトメの穴の部分にフックを引っ掛ける感じで、引っ掛けるとすぐにねもう充電がこんな感じで始まるんですよね。でこのソーラー充電スポットのいいところは、室内で気軽に太陽光発電ができるっていうのと、カーテンレールなんでこんな感じで太陽の向きに合わせて気軽にパネルの位置を移動できると。我が家の場合はこっちから太陽が昇って、こっちから日差しが当たり始めて、だんだんこうやって日の当たる場所が動いていくんで、夕方になったらこっちにずらしたりとかで、もう1枚かけますけど、ちょっと片手なんでねやりづらいんですけど、こんな感じで気軽にかけて室内でソーラー充電をすることができて、太陽の向きに合わせて動かすことができて、でとりあえずこの窓パネル1枚につき太陽光パネル、これ 40W パネルなんですけど、これを1枚ずつねこうやって設置したんですけど、このサイズのいいところっていうのは、これ前回の動画でも説明したんだけど、この1つの窓のパネルに対してこうやってね2枚ずつかけられるんですよね。だから最大で2、4、6、8枚かけられるという感じになりますね。ちょっと段差がついちゃってるんでかっこ悪いから、こっちも短い S 字フックに変えますね。はい、こんな感じで高さが全部揃いました。いい感じで揃いましたね。はい、そしたら早速新たなパネルでモバイルバッテリーを充電してみたいと思うんですけど、まずこのポッケに入れて、でこちらのタイプ A からタイプ C になっているコードを使って、このモジュールね上がタイプ A で下がタイプ C の接続ができるようになってるんですけど、これどっちから出力しても同じ電力なんですよ、この場合はね。だからとりあえず上の USB-A にこちらを接続して、こっちのタイプ C 側をモバイルバッテリーに接続すると、こっちも同じですね。で接続すると同時にもう充電が始まりましたので、今日ちょっとね太陽が雲に隠れたり出たりを繰り返してるんで
今出ましたね。太陽が出るとここにね 2W 3W って表示されてるんですけど、このケーブルのいいところはね、ワット数がこれ表示されるんですよね。今現在この瞬間にどれくらいの電力が発電されてるのかっていうのが一目でわかるという感じで、これ別に買ったものなんだけど、そこまでは前回紹介した内容と同じで、またちょっと曇ってきちゃいましたけど、これで窓パネル1枚につき 40W パネルが1枚ずつかけられるようになって、でこれならね、猫たちの日向ぼっこの邪魔にもならないし、また太陽が出てきましたね。で上のスペースで無駄なく太陽光を取り込んで、モバイルバッテリーとかスマホの充電ができると。とりあえずこれで室内ソーラー充電スポット作りは完了になるわけなんですけど、今日の動画はね、一応ここからでまずこの USB モジュールについて少し説明をしておきたいなと思いまして、このパネルはね、一応 40W パネルということになってるんですけど、ソーラーパネルを買う際に商品ページに記載されているワット数っていうのは、無名のメーカーとかだとそれ自体を持っている可能性もあるんですけど、基本的にはパネル全体の理論最大出力なので、この 40W パネルにしても実際にはね、かなり高条件で使用しても 40W 出ることって絶対にないんですよ。でパネルの裏についてるこのね黒いのっていうのは、これは USB モジュールといって、 USB のねこんな感じで出力ポートになってて、これの場合は上がタイプ A で下がタイプ C になってるんですけど、この USB モジュールはソーラーパネルで発電した電気を USB で使えるように、5V にね変換して安定させるための回路で、この USB モジュールの性能が USB から取り出せるね電力の上限も決めてるんですよね。でこの USB モジュールは内部の回路が共通なので、前回の動画でもお見せしたように、この上のタイプ A からでもタイプ C からでも取り出せる電力っていうのは大体同じなんですよ。でちなみにちょっと電気の話をすると長くなるので割愛しますけど、電力っていうのは電圧かける電流で決まるので、おそらくこの USB モジュールは最大出力が 5V2A ぐらいの仕様だと思うんですけど、そうするとね、この USB ポートから取り出せる電力は最大でも 5V×2A で約 10W なんですね。だから仮にパネル自体が 20W、30W、40W って発電できる能力があったとしても、この USB モジュールがね結局ボトルネックになっちゃうんで、 USB ポートからは 10W 以上は取り出せないということになるんです。だからこの USB モジュールの使用が例えば 5V3A だったら計算上は約 15W まで出ますし、 5V4A なら 20W まで出るわけなんですけど、この前の実験だと家の外でパネル全面に太陽光を当てても 9W までしか発電できなかったので、だからおそらくこの USB モジュールは 5V2A の仕様だと思うんですよ。つまり簡単に言うと、このパネルは USB モジュールがしょぼいので、残念ながら 40W パネルでも 10W までしか出せないということなんですよね。だから僕の場合はね、初めからそれが分かった上で割り切って買ってるのでいいんですけど、これからソーラーパネルを買おうとされてる方は、例えばね 100W パネルを買えば 100W 出力できるはずだと考えていたら、それは違うので、その点は要注意ですね。ただ今の話っていうのはあくまでも USB モジュールの話なので、 DC 出力ポートがついているパネルはこの限りではありません。例えば前回の動画で僕が持っている 200W パネルは USB ポートから取り出せる電力が3つのポート合わせてだいたい 50W ぐらいだってねお話をしたんですけど、 DC 出力ポートは仕組み上ほぼパネル電圧で出力されることが多いので、 DC ポートからの出力なら USB ポートの数倍、200W パネルなら最大で 150W 前後は出る可能性は十分にありますよね。ただ DC ポートは電圧がね固定じゃないので、モバイルバッテリーとかに直接つないじゃうと壊れることがあるので、その点は要注意ですね。それとね DC っていうと聞いてて混乱しちゃう方もいるかもしれないですけど、今説明したのは DC ポートから出力する電力の話ですね。ちょっと 200W パネル持ってこようか。はい、こちらですね。こちら 200W パネル。DC ポートっていうのは、ここから出てるこういう形したポートの名前が DC ポートっていうんだけど、例えばこのソーラーパネルで発電した電気は DC の電気だし、
この USB から出力している電気も DC の電気で、もちろんこの DC ポートから出力している電気も DC の電気なんですけど、このポートの名前が DC ポートっていうんで、ちょっとそこが説明がねややこしくて申し訳ないんですけど、要するに太陽光パネルで作っている電気っていうのは全部 DC の電気なんで、家庭用コンセントから取る電気みたいに交流のね AC の電気ではなくて直流の DC の電気になりますね。ちなみにこの直流の DC の電気を交流の AC に変換するにはインバーターっていうね機器が必要なんだけど、それは今日の動画とはちょっとね関係がないので今回は省きますけど、とりあえずこのパネルで作っている電気は全部 DC の電気で、出力している電気も全部 DC の電気になります。それと前回の動画でちょっと僕の説明が悪かったのか、なんかねパネルの熱を心配されている方がちらほらいらっしゃったみたいなんで、その点について簡単にね解説をさせていただくと、まずね今現在このパネル太陽光が当たってるのはもうここから下だけなんですよ。ちょっと向こうから見ようか。はい、こんな感じですね。これ一つのソーラーパネルにパネルが3枚こうやってあるんだけど、太陽光が当たってるのはそのうちの一番下この1枚だけ今現在はね。どうしてかっていうと、もう太陽の高度がね今の時期だとだいぶ上がっちゃってるんで、角度的に日差しが当たらないんですよね。だから前回の動画でおそらくこのソーラー充電スポットが使えるのは秋から春くらいの間までだって、そういうお話をしたんだけど、今日はね一応3月の14日3月の中旬なんだけど、もうそろそろ使えなくなるような時期なんですよ。季節によってね太陽の高度が変わるっていうのは、ほとんどの方は知ってると思うんですけど、太陽の高度が最も高くなる日は夏至といって、毎年だいたいね6月の21日頃なんですよ。で逆に太陽の高度が最も低くなる日は冬至といって、毎年だいたいね12月の21日頃。太陽の高度がどんどん上がっていくと角度的に日差しが入らなくなるんで、もう春にはねパネルに太陽光が当たらなくなると、少なくともこの位置ではね。もちろん外に出せば当たりますよ。外に出せば当たるけど、今回のテーマは室内側から充電しようということなんで、だからつまりこのパネル全体に日差しが当たるのってもう真冬なんですよね。真冬。冬至が12月の21日頃なんで、その前後1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、完全に日差しが全部当たるっていうのはね。ただ日差しが全面に当たらなくてもモバイルバッテリーとかスマホぐらいだったら全然充電はできるんで、秋から春くらいまでの間は使えるかなっていう感じなんだけど、もうその時期っていうのは窓際で充電してたら熱がかかるどころかむしろ冷やされるぐらいのものなんで。でモバイルバッテリー、リチウム電池の安全に充電できる温度ってだいたい0度から45度ぐらいが、安全な充電温度だって言われてるんですけど、確かに真夏に仮に外に出してガンガン太陽の照る中で充電すると、パネルの表面はだいたいね60度から70度ぐらいになるって言われてて、その裏面についても50度ぐらいまでね上がることはあるみたいなんだけど、もちろん今この状態で熱なんかも全く感じないしね、むしろちょっと冷たいぐらいのものなんで、こっちも日陰だし裏側もっと日陰なんでね、だからうちの場合は特にね必要性がないからやらないですけど、例えばこうやってね折りたたみのソーラーパネルを直接外に出して充電して、この後ろについているポケットにモバイルバッテリーを入れて充電したいけど、ちょっとパネルからの熱が怖いっていう方については、もちろんねやらなければいいって言ったらそれまでなんだけど、それでもこうやって充電したい場合は、こんなのはさもう初歩的な問題だから、暑いなと思ったら何か自分で対策をすればいいっていうだけのことなんだけど、何していいか分かんないだけど使いたいっていう場合は、一番簡単なのは熱伝導性の低い板を1枚入れればね、それでもう解決するような話なんで。熱伝導性が低い板っていうのは、例えばベニヤとか MDF なんかの木材、あとはプラスチック板とか発泡板とかを挟んでおけば、でそれでも心配な場合っていうのは、熱伝導性の低さよりもね空気が当たる状態にしておくのが冷却としては効果的なんで、例えば板を挟んでそこに、今ちょっと家にあったの持ってきたんですけど、板の後ろにこういうねクッションテープなんかを貼っておけば十分空気が入る隙間ができますので、断熱の後ろにさらに空気層ができるんで、そうすればねもうこんなほんのりの熱なんていうのは全く伝わらないので、それでもう安心して充電できると思うんだけど、それでもねどうしても心配で、そんなことをしたら木材が燃えてしまうかもしれませんっていう人がいたらね、もうちょっとそれはもうどうしようもないというか、木材が自然に発火する温度ってだいたい300度前後なんで、この50度ぐらいで燃えるってねありえないので。でね、なんかね昔からその DIY 系の動画出すと温度とか湿度とかそういうことでものすごい心配される方いらっしゃるんですけど、温度とか湿度っていうのはもう物理とか科学の超基本概念なんですよ。
最も基礎的な部分で、科学系の資格取るにはどんな資格にも密接に関わってくる部分なんですね。だから僕なんかもそういうところも散々取ってきてるから、一般の人が1分かるとすると僕1万とか2万ぐらいの知識が多分あるんですよ。だからその温度とか湿度で心配していただく必要は僕の場合は全くないので、その点だけはねちょっと毎回あるんで強調しておきますね。なのでとりあえず今回はね、これで一応室内ソーラー充電スポットの方は完成で、これでモバイルバッテリーを一気に4台充電できるようになったので、すごいね良かったんですけど、本当はねこれ PD 充電ができないんで、この倍の面積のパネルがあって PD 出力対応の USB モジュールがついてるねパネルがあったら一番良かったんですけど、ちょっとそれがね見当たらなかったんで、このちょうどいい大きさだとね、だけど PD 充電で一気に充電したいときは200W パネルを外に出せば、昨日ちょっと試したらね USB-C の1つのポートから 25W 出たんで、この PD 対応のモバイルバッテリーならね、だからそういうのも活用すればもう充電の方は問題ないので、とりあえずこの充電スポット自体はねもう春になったらちょっと日が当たらなくなっちゃうんで使えなくなっちゃうんですけど、とりあえず今回は真冬の充電対策ということなんで、これで完了としたいと思います。そしたらまだちょっと日が当たってるので猫吉も暖かいから今こちらに来てますけど、夜になったら今日も少し冷えそうなんで、ちょっとこちらのね新しく購入したモバイルバッテリーで使えるねヒーターを寒がりな猫吉にちょっと使ってみたいかなと思います。はい、というわけで夜になりましたので、早速こちらのヒーターマットを使ってみたいと思うんですけど、実はね先日注文したって言った猫用のヒーターマットはなんか商品が入荷できなくなってしまったということでキャンセルされちゃって、それでねペット用のヒーターすごい探したんですけど、いまいちいいのがなくて、そんな中でねこれ実は人間用なんだけど、これがねすごくいいなと思って、今回は急遽ねペット用のヒーターマットじゃなくて人間用のシートヒーターなんですけど、これねよくある電熱線のヒーターマットじゃなくてグラフェンシートヒーターって書いてあるんですけど、グラフェンって皆さん知ってるかな？グラフェンっていうのは電熱線でも金属でもなくて炭素だけでできた超薄いシート状の新素材なんですよ。ちょっとね開けてみますけど、はい、こちらですね。こちらすごく薄いんですけど、このグラフェンヒーターマットは炭素原子が蜂の巣状に並んだ構造をしてるんですけど、特徴としてはね熱伝導が非常に高くて熱が素早く広がって、だからこんな風にちっちゃく畳んで持ち運びにも便利ですし、どこでも持って行ってモバイルバッテリーがあればねどこでも使えるので、冬のアウトドアとか、あとはやっぱりね災害地の備えにもすごくいいですよね。ただ猫用として使う場合は少し注意が必要で、猫にとって安全なヒーターの温度ってだいたい40度以下だって言われてるんですけど、 USB のヒーターはペット用のものも含めて5、60度まで温度が上がるものが多いんですよ。だいたいね3段階で切り替えられたりするんで、もうちょっと下げることはできるんですけど、結局猫って同じ場所で長時間寝てたりしてあまり動かなかったりするので、ヒーターの温度が高すぎると低温やけどになったりすることがあるんですよね。だからちょっとこのヒーターの温度が高い場合は何かね上にタオルとか敷いてあげたりすれば、安全にね使えると思いますので、その辺はね調整しながら使ってみたいと思うんですけど、結構これは温度が控えめで、しかもここにね温度の表示が出るみたいなんで、すごく分かりやすくていいなということで、今回こちらをね選んだんですけど、早速ね昼間室内ソーラー充電スポットで充電したこちらのモバイルバッテリーをつないで電源を入れて試してみたいと思います。それではスイッチオン。入りました。55って書いてあるけど55度ってことかな。お、温まってきた温まってきた。お、温まってきた。早いね。もうあったかいあったかい。確かに温まるの早いですね。でちょっと55度だと温度が高いんで、ここの下の炎のボタンを押すと55度、50度、40度。意外とねペット用のこういうヒーターの方が温度が高くて40度まで下げられるものってあんまりなかったんですよ実は。僕もグラフェンヒーター使ったの今回が初めてなんですけど、これはねいいですね。これから多分ペット用とかでもいっぱいこういうの出てくると思うんで、あとはヒータージャケットとかね。ほら猫口、ほらグラフェンヒーターマットだよ猫口。でちょっと40度でタオル乗せちゃうとあんまり熱感じなくなっちゃうと思うんで、少し温度上げますね。
で上はねこれタイマーなんですよ。306090、これ90分ですね。で下が温度、これ55度50度40度なんで50度ぐらいにしておこうか。ほらほんわか暖かくなってきた。乗ってみなんで告知。あ、いったいった。あったかいね猫吉。めっちゃあったかい。いやこれはいいね。温度に注意っていうのはペット用のマットでも全部そうなんで。ねえ猫吉、ぬくぬくだね。これで真冬に突然また電気が止まってももう心配ないね。これなら薄いからこの中に入れてもね、温度さえ気をつければ大丈夫なんで。いやーよかった、これで安心だ。というわけであまりの気持ちよさに猫吉もすぐに落ちちゃいましたけど、これはめちゃめちゃあったかいですね。このマットはすごい皆さんにもおすすめです。薄くて軽くて持ち運びに便利だし、 DC 給電で使えるし、すぐに温まるしね。冬の災害の備えにはぴったりだね。というわけでグラフェンヒーターマットでした。はい、そうしたら最後にね、今回は真冬の停電対策ということで3つ動画作ってね、災害時に使えるアイテムを紹介したりだとか、室内 DC 充電スポットを作ったりしたんですけど、 AC の電気が止まったりしても DC で使えるアイテムってね他にもいっぱいあって、例えば夏に役立ちそうなアイテムをねちょっとうちにあったの出してみたんだけど、まずはこちらが空調服。空調服っていうのはこんな感じで服の内側にファンがついてて、気化熱で体を冷やしてくれると、外仕事の熱中症対策にすごい有効なアイテムなんですけど、こういうファンじゃなくて水冷タイプもあって、水冷タイプは中に管が通ってて、その管に冷たい水を循環させて体を冷やしてくれると、そんなねアイテムなんですけど、あとこっちはねポータブルネッククーラー。これは最新ペルチェ素子搭載って書いてありますけど、これね体感マイナス16度って書いてありますけど、これ誇張じゃなくてね、金属部分がこれねめっちゃ冷たくなって首元を結構強力に冷やしてくれるアイテムなんですよ。これすごいね気持ちよくて去年も使ったんですけど良かったんですよ。でこれはね結構最近買ったクリップタイプのポータブルファンで、これちっちゃいけどね結構強力な風出してくれて、で割と音も静かだし、これは夏のね PC 作業でちょっと正面からファンに当たりたいなっていう時があるんで、その辺引っ掛けてね夏に使えたらいいなということで買ったんですけど、DC の電気もモバイルバッテリーじゃなくてね、こういうマキタのバッテリーとか持ってる人だったらもっとガチなものも使えたりするんで、これなんかは 40V のバッテリーで値段がめちゃくちゃ高いからなかなか災害目的だけだと買えないと思うんですけど、こういうのをねなんか電動工具とか使う人で持ってる人だったらこんなでっかいファンも使うことができるので、これだともうね AC と同じような普通の扇風機なんでめちゃめちゃパワフルなんで、一応 DC でもねこういうバッテリーを持ってればこういうガチ家電も使うことができるという感じですね。であとね災害とは関係ないんですけど、ここ最近買った DC 家電の中で僕が一番気に入ってるのがねこちらこれとこれマッサージ機なんですけど、これもねめちゃくちゃ良くて、これちょっとね使い古して片方は別のもみ玉入れてるんでちょっとサイズが合わないんですけど、これねコードレスとは思えないくらいすごいパワフルにね腰をマッサージしてくれるんですよ。でこっちは首。僕首も結構凝るんで、これでねもみもみしながらパソコンとかねやったりするんだけど、これがねすごい気持ちよくてね、あまりやりすぎるとダメだけど首はね、これはもうねめちゃめちゃ気に入ってるんで、壊れたらねまた買おうと思ってるんだけど、長距離運転とかでもねこれ僕持ってくんで、さすがに運転中は使わないけどね、どこかで休憩してこれで腰もんだり首もんだりするとねリフレッシュできるんですよね。それからもう一個ありましたね。これも DC で充電して使えるマッサージ機ですね。これはほらこんな感じで筋肉痛になった時とかねめっちゃほぐしてくれるんですよこれね。はい。
というわけで今回も長くなってしまいましたが、低予算で気軽に始められる DC 対策、いかがだったでしょうか。このように DC 給電で使えるアイテムは本当にたくさんあるので、ソーラーパネルや車のシガーソケットからもモバイルバッテリーを充電できるようにしておくと、いざ停電になった時でも最低限の電源は確保することができますし、事前の準備によっては思いのほか快適に過ごすことすらできてしまうかもしれません。テレビの影響などでモバイルバッテリーはとにかく危険なものだと考えている人もそれなりに多いかもしれませんが、しっかり安全な使い方、リチウム系電池特有の危険サインを理解して使っていれば、決して怖いものではありません。今のご時世は災害だけでなく、世界情勢的にも何が起こるかわからないので、まだエネルギーに対する対策が何もできていない方は、ぜひこの機会に DC に関する理解を深め、DC 対策を始めてみられてはいかがでしょうか。以上、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。